おはようございます。街がいっぱいの乗車選びヒラリー男爵です。今日は3代目エクストレイルに乗ります。この車は2013年に発売されました。ちょっと古くはあるんですが、その分ね、最近の車では減ってきた適度な緩さですとかマイルドさ、そうした感覚を持つハンドリングを個性にしています。そうした走行フィーリングなので、どなた様が運転されてもね。それではエンジンをかけて行ってきます。この動画ではエクストレイルに乗って感じた特徴をピックアップしていきます。まず取り上げたいのが価格とボディサイズの関係です。エクストレイルのボディサイズは全長 4690mm、 ラージに近いミディアムサイズです。価格は 2000cc の純ガソリン 4WD モデルで248万円から。思わず本当なんて声も出ちゃいます。ハイブリッドですと約50万円高になりますので、ガソリンモデルにお得感を感じます。この全長 4690mm というボディサイズですが、交差点での展開時など大きさを感じる時もあることはあります。でも乗るとやっぱりね、大きい車っていいよねと思います。車格的というかクラス的に大きいので、寸法上のサイズだけ大きい車とはちょっと違います。エクストレイルなら座った感じからして大きさを感じられます。例えば分かりやすい部分、センターのアームレストは2人同時に使用できますし、カップホルダーは余裕のある横置きです。何よりカップルディスタンスが広くて、長時間の乗車でも精神的に楽ちんです。カップルディスタンスとは運転席と助手席の間の距離です。乗り味の特徴を見ていきます。まず乗り心地はフロントシートとリアシートで印象が異なります。分かりやすく硬さで表すと、フロントは硬め、リアは硬い乗り心地、そんな印象です。フロントシートに座っているときは普通の道でしたらだいたいどこを走ってもきついとは思いませんでした。リアシートは時速40キロぐらいまでの市街地でしたら特に問題ないのですが、それ以上の速度になると衝撃のきつさを感じてきます。同時にシート座面の関係から長時間走行になればなるほどきつさが増してくる感じです。でもこれが車酔いしにくいかもと、そんな特徴を感じました。試乗中カメラを凝視していたんですが、そんな時でも酔いそうな感覚は皆無でした。その他にも経験則ですが、酔いにくいと感じるポイントが多々ありました。ここは別動画にしていますので、よろしければそちらをご覧くださいませ。戻って乗り心地ですが、フロントシートに限れば自分はね、言われてるほどには悪くないなと思いました。特に助手席ではゆったり感を感じられるシチュエーションもありましたし、すやすや眠れちゃいそうな時もありました。その理由の一つとして挙げたいのがフロントシートの形状です。シートバックの部分なのですが、お腹は緩くて肩は少しタイト。これがちょっとお高いアフターパーツと比較しても同じような形状をしています。自分の場合は日常的に座っているシートと同じように座れる、そんな感覚からもエクストレイルのシート形状に好感を抱きました。慣れているからいいという可能性もありますので、気になりましたら実車でご確認ください。続いてハンドリングです。ステアフィールは中立付近が緩くて切り込んでもマイルドです。サスペンションの硬さからするとびっくりしたほどに落ち着いていて、この辺り言葉的確かどうかはわからないのですが、緩さを連想させる、そんなフィーリングです。緩さというと聞こえ悪いですが、こうした車だからこその良さだって感じられます。だらっと運転していてもふらつきにくいですし、挙動変化もゆっくりした感覚になりやすいです。路面が不安定な時には安心感に変わりますし、ハイペースでの走行時にはサスペンションの硬さと合わせて走りやすそうと予想します。また助手席に座っていてもこの落ち着きからゆったりと座っていられます。トレンドとしては微小高くの正確さですとか反応の良さが評価されますが、こうしたハンドルに良さを感じるシチュエーションも多いと思います。その分と言いますか、タイトなコーナーが続く山道では先読みからの早め操作が求められます。キビキビ感を求めるユーザーには向かないと思いますし、この辺りは容易に想像できる範囲内かと思います。お次はエンジンやミッションの加速感です。市街地での加速感はゆったりおおらかで、もう少し大きなエンジンをイメージできます。スロットル特性とアクセルレスポンスの関係からそうしたイメージを連想させますが、ここがエクストレイルの特徴を
際立たせているポイントかと思います。この加速と減速、それからエンジンに関する話題は別動画にしていますので、よろしければそちらもご覧くださいませ。内装を見てみます。まずインパネですが、フォーマル的、サルーン的、そんな印象を受けます。そしてこの印象が上質感というイメージにつながります。個性が強調されすぎていたりですとか、そうした車も多い中で、この落ち着いたデザインはエクストレイルの特徴だと思います。質感としましては丁寧に仕上げられていると感じる部分がありますし、ソフトパッドも部分的に使用されています。ソフトパッドとは柔らかい内張りのことを指しますが、これが触らなくても違いがあり、視覚的にも模様の深さから上質感を感じられます。エアコン操作部は248万円のグレードですとマニュアルタイプになるそうです。この内装にはちょっと似合わないかもしれません。それ以上のグレードではオートタイプになりまして、スイッチは分かりやすく操作しやすいです。マニュアル操作でも迷うことはないと思います。あえて言わせていただきますと、押し心地はちょっとコシがない感じで、この見た目ほどには上質感は感じられません。エクストレイルの内装で特徴的な部分を取り上げていきます。まず1つ目はドアミラーの調整。ゲームのコントローラーのように握って操作するタイプです。こういう風にしてもできなくはないんですけど、結構これしっくりきます。続いてその隣、ここがですね、トリップメーターとメーターの照度切り替えになっています。これを長押しするとトリップメーターのリセットです。その下、エコモードの切り替えです。エコモードはあっち側なんですが、スポーツモードはここのスイッチで切り替えます。4WD のモードの切り替えは左側に表示されます。 4WD ロック、オート、2WD の3種類あります。本格的ですよね。手元はこんな感じです。リアシートはフロントシートより位置が2段ぐらい高い印象を受けます。カップルディスタンスが広いこともあり、視界に優れています。スペース的には小さい車も同じぐらいに広かったりします。でも乗降性に関して言うと大きい車の方が優れているように感じられます。ではまとめといたしまして、エクストレイルのご購入をお考えの方はこの辺り確認されたらいかがですかというポイントです。リアシートを使う頻度が高ければリアシートの快適性チェックが最大のポイントでしょうか。できれば普段走行する速度でお試しされることをお勧めします。お一人で市場に行かれる場合も営業の方にお願いすればきっとね、運転してもらえると思いますので、リアシート味わえると思います。そうでない場合は車というよりも条件面でしょうか。この3代目エクストレイルは2013年デビューでございまして、今ではそれなりの時間が経過しています。売却時が不安なんて伝えてみるのも面白そうです。参考までに2021年7月時点の条件をネットで調べてみました。すると車両本体から40万円引きが目安なんて載っていました。いくらモデルチェンジが近いと言ってもね、もしこれが本当だったらちょっと惹かれちゃうと思いませんか。なお時期型につきましては北米スペースローグなんて検索されたらちょっとした情報が見つかるかもしれません。エクストレイルはこのようにお得感も魅力のモデルだと思います。なのでこのあたり別動画にまとめようと考えています。私どもこれからも特徴を明確にというモットーのもと動画をアップしてまいります。よろしければチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの乗車選びヒラリー男爵でした。ではでは。